はい、ということで今日はこのバルミューダのコーヒーメーカーザ・ブリューっていうのかなが届きましたので開けてみました。で、中身をねちょっと出したので説明していきたいと思います。まずこちらがペーパーフィルターですね。ペーパーフィルターが100枚入っているようです。はい。でこっちにもなんか入ってるのでなんか別々に入ってました。なので全部で110枚ぐらいペーパーフィルターがついてると思います。で、こっちが、普通に説明書ですね。で、これが本体で、これがドリッパーですね。ここにペーパーフィルターを入れると思います。で、これがサーバーで、これが計量スプーンですかね。はい。あと、これが、フィルターホルダーっていうのかな。多分これを置く場所だと思います。はい。中身はね、こんな感じです。で、これから、せっかくなのでコーヒーを入れてみたいと思います。まず説明書を読みますと、コーヒーの入れ方は3種類あるようです。で、まず1つ目がレギュラーでストロングにアイスっていうのがありますね。で、レギュラーとストロングはホットコーヒーだと思いますし、アイスはアイスコーヒーですね。で、レギュラーとストロングの違いはおそらく抽出スピードが違うんじゃないかなと思います。このコーヒーの豆の量とかは同じなのでおそらく、マシンの方で調整するような気がしますね。はい、それでまずは、何杯がいいかな、2杯の、240ml の豆が20から 28g っていうのでちょっとやってみたいと思います。ちなみに、このザ・ブリューっていうコーヒーメーカーはミルの機能がついてないので、コーヒー豆をひいたものかもしくは自分で別にひく必要があります。で、豆をひいたら、ペーパーフィルターをセットして、ちなみにこれが、ドリッパースタンドですねの上に置いてペーパーフィルターをセットして、さっきひいた豆を入れます。でも鳴らして、で次にドリッパーをセットします。ドリッパーはこうやってまっすぐ入れて、回すとカチッとなって設定できます。で次にサーバーをセットします。タンクに水を入れます。さっき2杯だったので豆の量は2杯だったので2杯分まで入れます。はい、じゃあセッティング終わったので、電源を入れてコーヒーをね入れていきたいと思います。でまず電源入れてみたいと思います。でモードを押してアイスかレギュラーかストロングっていう風に変更します。今回は、レギュラーにしますね。でさっき2杯ここでカップスなのでカップスで3杯123と変えれるので、2杯でやったので2杯に設定します。であとはスタートだけかな。でスタートします。でこれであと 3,4 分ぐらいで抽出が完了するみたいです。ちょっと待ちたいと思います。はい、コーヒーが出来上がったみたいなので入れて飲んでみたいと思います。はい、ということで、コーヒーを入れてみました。はい、感想をねちょっと話したいかなと思います。まず全体的なデザインの話をします。デザインはねやっぱりなんかバルミューダだけあってとってもかっこいいし、コンパクトにまとまっていて、すごくいいと思います。黒い部分も単なる黒じゃなくてちょっと重厚感のあるような感じの黒です。
で、こういうところにアルミの部分があったり、あとランプがついていたり、あとね音が鳴ったりするんですけども、その辺がねかなりいいんじゃないかなと思います。で操作性なんですけども、ですね、操作する部分はこの上の部分にあるんですけども、電源ボタンとモードボタンと、カップスですね、何杯飲むかっていうのがあって、それぞれ3つずつしか種類がないので、とても簡単に操作できると思います。僕はこの辺を説明書を読まずにそのままやったので、とてもね簡単にできるんじゃないかなと思いました。はい、あとねちょっと気になった部分としては、この水を入れる部分がね少しね小さいなという感じですね。でこのまま入れちゃうと、もしかしたら水が溢れちゃったりとか、間違ってこっちにかかっちゃったりとかすることが起きるかもなと思いました。なのでこの辺外せるので、説明書はこう外して入れてっていうのが書いてあるので、外して入れるのが一番いいんですが、結構手間なので、できればねもう少し大きくして、ここから直接入れたかったかなっていう感じですかね。はい。ここにメモリがあるのはとても便利です。メモリがないやつも時々あるので、そういうのはね、どれぐらい水を入れたらいいかわからないので、この辺はすごくね、便利だと思いました。あとは、先ほども言いましたけど、こちらは豆を引く機能がないので、粉の豆か自分のうちで別にその豆を引かないといけないので、その辺は注意した方がいいかなっていう感じですかね。はい。でちょっと最後に、僕の持っているツインバードの全自動コーヒーメーカーとデロンギのクレシトラと、サイズ感をねちょっと比較したいかなと思います。はい、これがバルミューダのザ・ブリューで、これがデロンギさんの、クレシトラですね。でこちらがツインバードの全自動コーヒーメーカーです。でこう見ると、横のサイズは、これが一番狭いと思うんですけど、この取っ手の部分まで考えるとそんなにバルミューダと変わらないかなっていう感じですかね。はい。でやっぱこの全自動のツインバードのコーヒーメーカーは少し横幅がでかいですね、このバルミューダに比べると。ちょっと縦にしてみますね。はい、縦にするとこんな感じです。で一番ねやっぱバルミューダの方が細いですね。でこっちがツインバードで、どれぐらいだろうな、ちょっとこっちの方が横幅が広いという感じで、このクレシドラはかなりね太い感じがしますね。はい。なのでコンパクトさとしたらもちろんこれが一番コンパクトですね。ただツインバードの方はミルの機能ついてるので、やっぱ、サイズは大きくなってしょうがないと思うんですけども、こっちの2つはミルがついてないので、別にコーヒー豆を引く必要があります。こっちはね全自動なので全部できますね。はい。なのでコーヒーの、グラインダーとか持ってる人がいたら全然こっちでもいいと思いますね。はい、この2つで、何も持ってない人はもうツインバードコーヒーメーカーもいいんじゃないかなと思います。はい、っていう感じで、この3つサイズ比較ざっくりですがしてみました。参考にしてみてください。あと最後に今入れてて気づいたんですけど、このサーバーがね少しね魔法瓶っぽいので、保温性とかもね結構優れてるかもしれません。でこのまま持ち運んでテーブルとかに持ってっても、おそらくこれの、保温性がいくらか保てるんじゃないかなと思いました。でコーヒーはねとても美味しいので、バルミューダのコーヒーメーカーね興味がある人いましたら、参考にしてくれたら嬉しいです。